皆さんこんにちは、ケニーです。今回も e フットボールの戦術的解説をお届けします。この動画では先日登場した新しいリンクアップ、タッチダウンパス B を活用するシステムについて解説していきます。タッチダウンパス A と違い、パスの出し手となるのが CMF 起用のプレーメーカー、受け手となるのがウィングストライカーなのがタッチダウンパス B の特徴です。この動画ではそれを最適化するための戦術を解説し、さらにタッチダウンという言葉の引用元であるアメリカンフットボールから着想を得たプレーについても紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。ではまず今回の戦術の概要を解説していきます。タッチダウンパス B を活用するにあたってまず問題となるのがパスの出し手が CMF であることです。今回のような長いパスを供給するにはスペースが必要になります。しかし、スペースはポジションが高くなればなるほど小さくなる傾向にあることを考えれば CMF ではやや位置が高すぎます。また、タッチダウンパスは自陣でボールを持たないと発動しません。これらを考えたときに CMF の選手に選手指示でディフェンシブを設定し、実質的に DMF としてプレーさせるという解決策が最もシンプルです。そこで今回は 4-2-1-3 をベースにしたフォーメーションを採用します。パスの出し手となる CMF はディフェンシブを設定することで2ボランチの一人としてプレーします。センターバック、サイドバック、2ボランチで形成される6人のユニットでパスを回してフリーを作り、タッチダウンパスを供給するというのが今回の基本の攻撃になります。さらにトップ下の存在も重要です。右ウィングにボールが収まった後、センターフォワードと左ウィングはゴール前に走り込みますが、それに対しては多くの場合、相手センターバックのマークがつきます。点を決めるのは遅れて入ってくるトップ下の選手で、フォワードが相手ディフェンスラインを押し下げたことで生まれたスペースでボールを受け、シュートにつなげます。また、ここまではタッチダウンパスを供給するためのシステムでしたが、タッチダウンパスが使えない相手を押し込んだ場面の攻撃の手段も重要です。今回の場合、中央のバイタルエリアでプレーする選手がトップ下の選手しかいないため、パスで崩す攻撃が難しくなります。そこで左ウィングに絞ってプレーさせることで中央の人数を確保します。中央のバイタルエリアに2人の選手がいればパスで守備を崩すのに十分な人数です。以上が今回の戦術の概要です。続いてこれらを実現するスカットについて解説していきます。今回のスカットがこちらです。まず重要なのはサイドアタックのチームスタイルを使用していることです。タッチダウンパス B が搭載されている監督であるライカールトはショートカウンターも使用可能ですが、タッチダウンパスを蹴るためにパスを回してフリーを作るには、よりボール保持が安定しやすいサイドアタックの方が適しているという考えです。では各ポジションについて解説していきます。まずはタッチダウンパスの出し手となる CMF の選手。ここは先ほども解説したように選手指示でディフェンシブを設定します。ここの選手のパスのクオリティが得点に直結するため、パス数値やビジョナリーパスのスキルが最も重要です。続いてタッチダウンパスの受け手となる右ウィングの選手。スピードのあるウィングストライカーであることはもちろんですが、ポイントは左利きの選手を起用することです。パスを受けた後、そのままクロスを選択できる場面は少なく、多くの場合、一度内向きでボールを持って時間を作り、トップ下が上がってくるのを待つ必要があります。左利きの選手を起用することで、そこからスムーズにラストパスにつなげることができます。続いてトップ下の選手。先ほど解説したようにトップ下はゴール前に遅れて入ってくることでシュートにつなげるポジションです。OMF か CMF かは問いませんが、決定力の高い選手を起用します。また、ワンタッチシュートやミドルシュートのスキルも重要です。次にセンターフォワードの選手。ここにはラインブレイカー以外の選手を起用します。ラインブレイカーの裏に抜ける動きは強力ですが、今回の場合、それにより相手ディフェンスラインを押し下げてしまい、タッチダウンパスに必要なスペースを失ってしまいます。広大なスペースをウィングに使わせるための起用なので、可能なら裏抜けのアクションが少ないリンクフォワードが理想です。次に左ウィングの選手。ここは先ほど解説したように中央でパスワークに関与する役割が求められます。今回はセカンドトップでボールを受けに来る傾向が強いチャンスメーカーを起用します。また、両ウィングに選手指示でラインダウンを設定することで、守備時は451のブロックを作ります。次に DMF の選手。ここは守備力が最も重要です。中盤のゲームメイクに関する部分はプレーメーカーの選手が担うので、守備以外の要素はあまり考える必要はありません。また、サイドアタックは守備が難しいので、自分が操作しやすい選手を使うこともポイントです。
最後にサイドバックについて。右サイドバックは守備的サイドバックを起用します。これは右サイドではウィングの選手が幅を確保してくれるためです。逆に左サイドではウィングが中に絞る分、サイドバックで幅を取る必要があるので、攻撃的サイドバックを起用します。以上が今回のスカットと人選の解説です。続いて試合でのプレーを紹介していきます。まず、今回のメインであるタッチダウンパスについて解説します。やることはシンプルで、6人のユニットでパスを回しながらフリーを作り、パスを供給します。難しいのはその後で、そのままクロスを上げるか、一度ボールキープするか、自分でシュートに持ち込むかを瞬時に判断する必要があります。基本的にはボールキープして上がってきたトップ下の選手にパスを出す流れになりますが、状況によっては他の選択肢を使うことを頭に入れておくことが重要です。Laser and charged particle beam weapons. Weapons activated. Weapons 次にアメリカンフットボールから着想を得た前進の手法を解説していきます。タッチダウンとはそもそもアメリカンフットボールの用語です。アメフトにおいて全ての攻撃はクォーターバックと呼ばれるポジションから始まります。オフェンスフォーメーションの中心に位置するチームの司令塔で、サッカーでいうところの守備的ミッドフィルダーに近い役割です。そこからボールを前進させタッチダウン、つまり得点を狙っていくのがアメフトの攻撃です。従来のクォーターバックはパスを投げるか近くの選手にボールを渡して走らせるプレーがほとんどでしたが、近年自らボールを持って走るクォーターバックが注目されています。このようなタイプはモバイルクォーターバックと呼ばれ、パスとランの2つの選択肢があることで戦術の多様性をもたらします。今回はこのモバイルクォーターバックの発想を取り入れます。つまりプレーメーカーがボールを持った際、パスではなくドリブルを選択するというプレーです。試合開始直後からタッチダウンパスを多く供給することで、相手は自然にその出し手であるプレーメーカーにプレスをかけてきます。そのような場面でドリブルをすることで相手の意表をつき前進することができます。
難易度が高く、ボールロスト時のリスクも伴いますが、選択肢の一つにドリブルがあることでプレーの幅が広がるので、ぜひチャレンジしてみてください。Straight to the最後に相手を押し込んでのフィニッシュを紹介します。ここでキーマンになるのがトップ下とセカンドトップ起用した左ウィングの選手です。相手を押し込んでタッチダウンパスが使えない場面では、この2人を起点とした攻撃に切り替えることが重要です。今回はタッチダウンパス B を活用する戦術を解説しました。サイドから裏に抜けるため少し難易度は高いですが、チームスタイルがサイドアタックで使えるため、ポゼッション戦術に組み込みやすいのが特徴だと思います。ぜひこの動画を参考に試してみてください。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後も戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。